応仁の乱以降、今日は寂れる一方なんですよ。なんでも公方様は言うに及ばず、賢きところでさえその日の食べ物にご苦労なさっていると聞きます。戦乱の世とはいえおいたわしい限りですね。そうかな。庶民たちは生きるのに必死になってお金を稼いでるんだよ。お金が欲しければ働いて稼げばいいのに。雲高きところに増します方々にそれは無理だよ、ヒヨ。いや、ヒヨの言う通りである。今苦労しているというのならば、その苦労を覆すために動けばよい。人にひざまずかれることになれ、野生をなくしてしまったからそのような事態に陥るのだ。自業自得であろう。必要ならば手に入れる。手に入れるために困難があるのならば、その困難を己の力で粉砕する。生きるとはそういうことではないのか。ですが、それは少し危険な考えです。欲しいものを手に入れるために何をしても構わない、そういう考えにもつながってしまう。そこまでは言わん。世には世の常がある。そしてその常というものを五所を大事に抱えている奴らも大勢いる。そういった奴らを敵に回すのは厄介でもあるし、面倒でもあるからな。その言葉を信じたく思います。お頭、危ない！お頭、大丈夫ですか？お怪我はありません。うわー、綺麗な人。借りるぞ。クオン様、誰かがこちらに向かってきます。お下がりください。お頭もお早く。いえ、ご心配なさらず。これでも腕にはそれなりに自信があります。もとより。はい。ふむ、どうやらあの女が足軽に追われているらしいな。我への刺客かと思っていたが。だが守ってくれるのだろう。いえ、それはなりません。義を見てせざるは言うなきなりというではありませんか。それはそうですが、多勢に無勢なのは卑怯すぎると思うのです。
それを使え。はい。微力ながらお手伝いいたします。いらん。好きにせい。生きがっているのも良いが、少しは自分の腕をわきまえた方がいいぞ。乱戦になる前にさっさと片付けませんと。ふん。ええ、まるで舞のような。一体どこから。余計なことを。返す。なかなかいいものを見たな。ほう、そこまでか。貴様の姉さんたちとやらと比べてどうなのだ？それに鉄砲の音、気になりますね。周囲を探ってみましたけど、鉄砲を撃った人物は見当たりませんでした。よほどうまく隠れているか。それとも鉄砲の音真似がすごく上手い人か。なるほど、確かにその可能性もありますね。ボケたつもりだったのに。姿が見えないぐらい遠くからですか？さすがにそれはないと思いますよ。
鉄砲の射程から考えて、国内で流通している鉄砲は国友筒と堺筒が主なものですが、射程はおよそ20件から30件ほどですね。しかし周囲30件で狙撃に適したところは見当たりませんね。となると、もしかしてあれですかね。ですよね。あれしか考えられないんですけど、本当にそんなこと可能なんでしょうか。ここからだと100件ぐらい離れてますよ、あそこ。そんな距離から動き回ってる人の頭部を狙撃するなんてできるんでしょうか。かなり強力な弾薬を使ったのでしょうね。それでも火縄銃で長距離射撃で、しかも一発で仕留めるなんて人間技とは思えない腕ですね。一発？一発ではないぞ、コロ。あった。見ろ、これだ。あ、本当だ。弾が2つある。でも銃声は一発しか聞こえませんでしたよね。腕前から察するに根頃か災禍の手のものでしょう。だろうな。だが詮索は後にしろ。腐っても都。今さら骨董品のケビ石なんぞに絡まれるのは尺に触る。ここから逃げるぞ。クオン様、ケンスケ様、こちらです。お早く。クロ、行くぞ、ケンスケ。ここまで来れば安心でしょう。疲れた。右に同じです。面目次第もありません。私は頭脳労働が専門ですから、別に体力がなくても良いはずです。変わらん。足利将軍は二条館にお住まいです。というか、ここがその二条館ですよ。帝を除けばな。だが力がなければこんなものであろうよ。これが将軍が住む館なのですか。そうですね。仮にも侍の棟梁の方が防御力が皆無となっているこの上官に住んでいるとは思えませんが。いえいえ、間違いなく住んでおりますよ。ふむふむ。称名風を装った方が1名、その護衛らしき方が4名、偉人さんが1名ですか。
珍しい組み合わせですな。それで将軍に拝謁に来られたのですかな。そうだ。手土産はある。これはようこそいらっしゃいました。さあさあ、ご遠慮なくお入りくださいませ。ああ、それと手土産などのお荷物は不詳この私がお預かりいたしますのでご安心めされ。ささお荷物を。ちょっと困りますよ。そうです。突然現れて何をいきなり失礼な。我らが主に無礼でしょう。お下がりください。おお、これは大変失礼をばいたしました。名乗りもせずに手土産をくれというのはさすがに失礼でございましたな。しかしご安心めされ。我が名は細川与一郎藤孝、通称は優。足利将軍義輝様のおそば衆を務めております。と名を名乗ったところで、さあさあ、早速お持ちになった手土産をそれがしに。健介、渡してやれ。はいはい、現物をしかといただけるのでございましたら全く問題ございません。銅銭3000貫、これは誠に豪気であらせられる。いやー、さすが尾張と美濃にまたがる家のご当主であらせられますな。慎んで頂戴つかまつる。ではお客様方を二条館の客殿に案内つかまつりましょう。